皆様こんにちは、セリナです。新年明けましておめでとうございます。今年もたくさんのコスメをご紹介していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回ご紹介するのはこちら。1月1日発売、ディオールスプリングコレクション2026ウルトラグローより、ディオールショーサンククルールの限定色、645ミントバブルガム、865ピンクロリポップ、ディオールスキンフォーエバーグローマキシマイザー限定色100シュガーアイシング、ディオールスキンフォーエバーグロールミナイザー限定色831シュガーケインです。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピスにて16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを用いた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。大注目のディオールの春コスメが登場ということで、限定アイシャドウ2色はパレット1色ずつのパーソナルカラーレビューと単色塗り、パレット全色を使ったメイクルックを作ってご紹介して、こちらも数量限定で登場しているリキッドとパウダーのハイライトについては、それぞれの色味や質感の違いを比較しながらご紹介していきます。また同日1月1日よりリニューアルをしたアディクトリップグローオイルについては次回の動画でご紹介予定ですので、こちらもぜひチェックしていただけたら嬉しいです。他にも人気アイテムの比較動画などはもちろん、2026年春コスメのパーソナルカラーレビューもご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ディオールスプリングコレクション2026ウルトラグロー。ご紹介するのはディオールショーサンククルールスプリングコレクション2026限定品645ミントバブルガム、865ピンクロリポップ。スイーツのようにポップな色彩とディオクロームの輝き、お菓子を思わせる幸福感にあふれた色合いにフューチャリスティックな感性をプラスした遊び心あふれるメイクアップコレクション。645ミントバブルガムはミントグリーンやコーラルのパステルカラーと深みのあるブラウン、ゴールドとピンクのグリッターにきらめくホワイトのコントラストが美しいミントハーモニー。865ピンクロリポップはパープルの偏光パールがきらめくシェードを中心に柔らかくポップなピンクシェードが春らしいハーモニー。続いてディオールスキンフォーエバーグロールミナイザースプリングコレクション2026限定品831シュガーケイン。ブルーシマーの輝きで溢れる透明感を叶えるピンクに仕上がるハイライター。肌にふんわりと溶け込むように馴染み、内側から発光するような輝きを肌にプラスします。クチュールケースに収められたパウダーにはアイコニックなディオールのオブリークロゴモチーフがデザインされています。そしてディオールスキンフォーエバーグローマキシマイザー100シュガーアイシングスプリングコレクション2026限定色。ツヤと透明感、立体感も思いのままに、みずみずしい輝きが肌に溶け込み、一日中光を味方につけて肌も顔立ちも美しく、光の雫を確かめたようなリキッドハイライター。まずは数量限定で登場しているリキッドとパウダーのハイライトを比較しながらご紹介していきます。まずはこちら側にリキッドタイプのグローマキシマイザー限定色を塗っていきます。みずみずしいリキッドテクスチャーですが、一度手の甲に出して指に取って調整するとより塗りやすくなります。目の下からこめかみまでの C ゾーンにのせていきます。軽くトントンとタップするようにのせていくとこんな感じで、みずみずしい質感で肌に溶け込むように馴染むのと、ラメやパールも主張が強すぎないので、調整次第でかなり穏やかに発色させることもできます。見た目はブルーとホワイトの偏光カラーですが、肌の上にのせるとピンクにも発色するので、透明感と血色感を同時に演出してくれて綺麗です。はい、まずはこちら側半分にリキッドタイプの限定ハイライトを目の下からこめかみまでの広範囲に塗ってみました。たっぷり塗り重ねていますが、こんな感じで、やりすぎ感のない質感とカラーで、ものすごく使いやすいハイライトだなと思います。近くで見るとこんな感じです。
リキッド自体のつるんとした立体感とかなり微細なパールのみでツヤを作っているので、近くで見ても毛穴や凹凸に全く影響がなくて、とても馴染みやすいです。パールやラメが強いハイライトを使うと毛穴が悪目立ちするのが気になるという方にも安心して使いやすいと思います。肌の上に乗せると明るいホワイトとブルーで透明感と明るさを出しつつ、ほんのりピンクの光も感じられるので、血色を失うことなく透明感をアップさせてくれます。この程よい変更感がものすごく可愛いです。ブルー系のハイライトに挑戦したいけれど、肌から浮く感じが気になってしまうという方や、強いパール感や大粒のラメのハイライトは苦手という方にものすごくおすすめです。では反対側にはパウダータイプの限定ハイライトを塗って比較していきます。こちらはパフやブラシはセットになっていないので、メイクアップウェバーのハイライトブラシを使って今回は塗っていきます。今回も目の下からこめかみにかけての C ゾーンに塗ってみます。このハイライトはこんな感じで、ほんのりですがピンクの血色感がしっかり乗ったのがわかりやすいと思います。血色をプラスしたい時のハイライトにはもちろんですが、青めのチークとして使っても可愛いんじゃないかなと思います。はい、こちら側にはパウダータイプの限定ハイライトを塗ってみました。ちょうどこのベースのピンクカラーがしっかり乗った上に、ブルーの大粒ラメがキラキラと輝くような、こちらも血色感と透明感を同時に楽しめるような仕上がりでした。近くで見るとこんな感じです。ほんのり黄身寄りのしっかり血色感をアップさせてくれるような柔らかいピンクが乗って、上からホワイトやブルーのラメがキラキラと輝きます。反対に塗っているリキッドタイプのハイライトと比較をすると、ラメは大粒ですが、こちらのパウダータイプもラメの量がそこまで多すぎないので、ラメのきらめきは楽しめますが、こちらもかなり使いやすいんじゃないかなと思います。リキッドタイプとパウダータイプ、それぞれ比較するとこんな感じの違いです。まず、ツヤ感に関しては、リキッドタイプはかなり自然でナチュラルなツヤなので、つるんとした主張すぎない陶器のようなツヤ肌を演出したい方はリキッドがおすすめ。パウダータイプもギラギラツヤツヤしすぎる感じではないですが、中に入っているラメ自体は大きいので、しっかり大粒ラメの華やかさや光の反射を楽しみたいという方におすすめです。そしてカラーについては、どちらも透明感をしっかり楽しめるブルーがメインになりつつも、ピンクが入っている効果で血色感を失わないというところが共通していますが、リキッドタイプはブルーの透明感あふれる光の中に、ほんのり柔らかいピンクのニュアンスを楽しめるような印象。パウダータイプは血色をしっかりアップさせてくれる淡いチークのようなピンクカラーがベースについて、その上に透明感たっぷりのブルーハイライトが光るという感じです。どちらも血色感と透明感のバランスがすごくいいので、パーソナルカラー問わずに使いやすいと思いますが、より肌なじみがいいカラーがお好きな方はパウダータイプがおすすめ。透明感を全面に感じたいという方はリキッドタイプがおすすめかなという違いです。パウダータイプをチーク使い、リキッドタイプを上からハイライト使いすると、こんな感じに仕上がります。やはりパウダータイプはチークブラシでしっかり発色させると、ほんのりですがきちんと血色感のあるピンクを楽しむことができるので、チーク使いにもものすごく可愛いです。リキッドとパウダーを組み合わせても近くで見てもこんな感じで、顔全体がギラギラする感じもしないので、この2つを組み合わせて使うのも個人的にはかなりおすすめです。引きで見るとこんな感じです。単品使いよりも立体感が増す感じがします。では、ここからは数量限定のアイシャドウパレットをご紹介していきます。まずは645のミントバブルガムです。ディオールショーサンクルール645ミントバブルガム。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ夏、イエベ春におすすめ。ほんのり青み寄りの明るいミントグリーンに、イエローゴールドの微細ラメがきらめきます。黄身、青み、どちらの要素もあるので、イエローベース、ブルーベース問わず、淡さ、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ライトサマー、ライトスプリング、ブライトサマー、ブライトスプリングにおすすめ。右上はイエベ春におすすめ。肌の色に近いナチュラルな黄身ピンクに、ピンクやゴールドの微細ラメがきらめきます。黄身、明るさが得意な方に使いやすいです。単色塗りだとライトスプリング、イエベ春全般のベースカラーにもおすすめ。中央はブルベ冬、イエベ春におすすめ。
肌なじみのいいホワイトのベースに、ライラック、ピンク、ホワイト、イエローゴールドの大粒ラメがきらめくグリッターカラー。黄身、青み、どちらの要素もあるので、イエローベース、ブルーベース問わず、大粒ラメの鮮やかさや強いコントラストが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ビビッドウィンター、ビビッドスプリングにおすすめ。左下はイエベ春、イエベ秋におすすめ。肌の色に近いナチュラルなピーチベージュにピンクやゴールドの微細ラメがきらめきます。黄身が得意な方、イエローベース全般のベーシックカラーにおすすめ。右下はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。赤みの強いブラウンにピンクやゴールドの微細パールが艶めきます。青みが得意な方、ブルーベース全般の締め色ブラウンにおすすめ。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしてみて、実際のカラーや質感をご紹介していきます。まずは左上のカラーです。メインのミントカラーはこんな感じで、いつもの3区よりも粉質がしっとりしているからか、見たままの発色を楽しめます。1色目単色塗りだとこんな感じです。ふんわりしたイメージを壊さずにしっかり発色も楽しめます。しっとりしていてまぶたにピタッと密着するような粉質なので、グラデーションも作りやすい印象です。中に入っているゴールドの微細ラメはまぶたの上に乗せるとかなり馴染みますが、角度によって黄身のニュアンスもプラスされるので、イエローベース、ブルーベース問わずに使いやすいミントグリーンかなと思います。続いて右上のカラーです。こちらは手元で見た時はかなり肌なじみがいいなと思いましたが、まぶたの上に乗せると中に入っている微細ラメが結構際立ちますね。2色目単色塗りだとこんな感じです。ベースは肌の色の延長のような柔らかいピンクですが、まぶたの上に乗せるとピンクとゴールドの微細ラメが自然ながらもしっかりと主張してくれます。ベーシックなメイクの時にも使いやすそうです。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて中央のカラーです。こちらはかなり華やかなグリッターのようなおつぶらめカラーです。こちらもものすごく粉質がしっとりしているので、まぶたにピタッとラメがフィットしてくれます。3色目、単色塗りだとこんな感じです。大粒の多色ラメがたっぷり入っているので、角度によって様々なきらめきが楽しめて、限定色らしい特別感があるカラーです。まぶたの上だとピンクやライラックのカラーラメがより際立つ感じがします。透明感あふれる仕上がりですが、イエローゴールドのラメもしっかり主張してくるところが素敵ですよね。続いて左下のカラーです。こちらもナチュラルながらしっかり発色も楽しめます。結構黄身が強く発色しますね。4色目単色塗りだとこんな感じです。手元で見た時よりもさらに黄身のニュアンスをしっかり感じられて、血色感がアップしてくれます。中に入っている微細なピンクラメがふわっと自然に柔らかさを与えてくれる感じになってすごく綺麗です。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後、右下のカラーです。こちらは今回のパレットの中で一番深みがあって締め色にも使えます。5色目、単色塗りだとこんな感じです。こちらもパレット見たままのかなり赤みの強いおしゃれなブラウンに発色します。指で塗ると中に入っている微細なパール感が磨かれるからか、濃さや深みはあるのにパールの艶めきで自然な明るさも保ってくれるところがすごくいいなと思いました。引きで見るとこんな感じです。それでは645のミントバブルガム、パレット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず右下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。まずは肌なじみのいいカラーをベースに使っておきます。続いて左上のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。こういったグリーンやブルーなど肌の色から遠いカラーを使う時には、ベースに肌の色に近い血色を出してくれるようなものを組み合わせておくとより馴染ませやすくなります。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。全体的に淡めのイメージで仕上げますが、締め色はしっかり塗っておいて立体感も残しておきます。続いて右上のカラーを付属のチップに取って、
下まぶた全体にのせていきます。最後に中央のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。最後にグリッターを重ねて華やかに仕上げます。645ミントバブルガムパレット全色を使ったメイクが完成しました。このパレットのメインカラーであるミントグリーンを前面に出したメイクに仕上げてみました。ミントグリーン自体も色味は透明感あふれる青み寄りのグリーンですが、中に微細なゴールドラメが入っていて肌なじみが良かったり、締め色は血色をしっかりプラスしてくれる赤みのブラウン、そしてベースに使いやすい肌なじみのいい黄身カラーや、最後にアクセントに重ねたグリッターカラーにも黄身と青みどちらの要素も入っているので、ミントグリーンを際立てつつかなり使いやすい配色のアイシャドウパレットだなと思いました。ふんわり柔らかさと透明感はありますが、きちんとメリハリが残るところもディオールらしいです。このパレットものすごく可愛いなと思いました。引きで見るとこんな感じです。続いて限定色865ピンクロリポップをご紹介していきます。ディオールショーサンクルール865ピンクロリポップ。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ夏におすすめ。明るくくすみの効いた青みピンクに、ホワイトやピンクの微細パールが艶めきます。青み、明るさ、くすみが得意な方、ブルベ夏全般におすすめ。右上はイエベ春、ブルベ夏におすすめ。肌の色に近い明るくほんのり黄身ニュアンスのピンクに、ピンクやシルバーの微細ラメがきらめきます。黄身、青み、どちらの要素もあるので、イエローベース、ブルーベース問わず、明るさ、淡さが得意な方に使いやすいです。短縮塗りならライトスプリング、ライトサマー、イエベ春、ブルベ夏のベースカラーにもおすすめ。中央はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。透け感のあるホワイトのベースに、ブルーとピンクの大粒ラメが散りばめられています。青みが得意な方、ブルーベース全般のラメカラーにおすすめ。左上はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。明るく鮮やかな青みピンクに同系色のパールが艶めきます。青み、明るさ、クリアなカラーが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ブライトサマー、クリアウィンターにおすすめ。右下はブルベ冬におすすめ。パープルに近い鮮やかな青みピンクにシルバー系の微細ラメがきらめきます。青み、鮮やかさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ビビッドウィンター、クールウィンターにおすすめ。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に短縮塗りして、実際のカラーや質感をご紹介していきます。まずは左上のカラーです。昨年に引き続きこういった少しくすんだ透明感カラーはやはり今季も人気ですよね。今っぽさと春らしさを同時に楽しめます。1色目短縮塗りだとこんな感じです。やはりこちらのカラーもいつもの3区よりも粉質がしっとりしている感じがします。色味自体はくすみが強いですが、まぶたの上にのせると中に入っているホワイトやピンクのパールが白っぽく光るので、くすみ感はありつつも暗く澄みすぎないところがすごく絶妙です。続いて右上のカラーです。こちらはパールと微細なラメどちらも楽しめます。すごくツヤツヤに仕上がります。2色目短縮塗りだとこんな感じです。肌なじみのいいベースカラーと透明感あふれるラメカラーのバランスがとても綺麗です。濡れツヤ質感を楽しめるカラーですね。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて中央のカラーです。こちらはホワイトからピンクに光るような変更タイプです。3色目短縮塗りだとこんな感じです。先ほどご紹介したグリーンの645のパレットの中央のカラーよりはラメの量もラメの大きさも控えめですが、自然に華やかさと透明感を添えてくれるような青み系のラメを楽しめます。角度によってホワイトからピンク、そしてブルーのきらめきも楽しめます。続いて左下のカラーです。明るくクリアなピンクで春らしいです。4色目短縮塗りだとこんな感じです。青みのピンクではありますが、そこまで青みに寄りすぎていないので、
春らしい柔らかさも残したまま透明感も同時に楽しめるようなタイプです。青みピンク初挑戦という方にも使いやすいんじゃないかなと思います。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後、右下のカラーです。こちらは今回のパレットの中でも一番鮮やかで発色もしっかりしています。青みがかなり強くてパープルに近い青みピンクです。5色目、暖色塗りだとこんな感じです。パレット見たままの鮮やかさをまぶたの上でもそのまま楽しめます。高発色のタイプですが、中にラメが入っている効果で強すぎない印象を保ってくれています。反対に塗っている左下の4色目と比較をすると、それぞれの青みの強さの違いがわかりやすいと思います。引きで見るとこんな感じです。それでは865ピンクロリポップパレット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。まずはパールとラメたっぷりの明るいピンクで艶やかさを出しておきます。続いて左目のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。柔らかいくすみライラックをのせて、透明感あふれる春メイクに仕上げていきます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。アイホール全体は淡めのカラーで仕上げているので、締め色はしっかり発色させておきます。続いて左下のカラーを付属のチップに取って、下まぶた全体にのせていきます。明るくクリアなピンクカラーを下まぶたにのせて、しっかり血色感を出しておきます。最後に中央のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心に重ねていきます。865ピンクロリポップパレット全色を使ったメイクが完成しました。今回はパレットの中の鮮やかなカラーはポイント使いして、柔らかさや透明感を前面に出してみました。柔らかいカラーで揃えていますが、パールと微細なラメで絶妙な立体感を楽しめます。柔らかくて可愛らしいピンクメイクですが、どこか大人っぽさも楽しめます。引きで見るとこんな感じです。はい。ではこんな感じで1月1日発売、ディオールのスプリングコレクションをご紹介していきました。大注目の限定シャドウはどちらも春らしいカラーメイクが楽しめるのに、かなり組み合わせやすい配色になっていて、ものすごく使いやすいんじゃないかなと思います。粉質もいつものものよりもしっとりしているところがすごくいいなと思いました。そして限定のハイライトもどちらもものすごく可愛くて、見た目のイメージよりもすごく使いやすくて、いろいろなメイクに活躍してくれるんじゃないかなと思います。今回ご紹介したアイテムは全て数量限定品ですので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。